出汁がすごい効いてて美味しいですね。美味しいです。あっさりしてて美味しいです。昔風な沖縄のお家な感じで、自然もあって見ながら食べれていい時間を過ごせました。学生の頃に一度沖縄に旅行に来ていて、そこで初めて食べた沖縄そばがとても美味しくて、こう自分でもこう沖縄そば作ってみたいなみたいな気持ちになって、沖縄そばを始めました。おはようございます。ありがとうございます。寒いからエアコンつけますね。朝はいつもこの時間に。もう少し後ですね。7時から7時半の間に来て飲み始めるって感じですかね。声がまだ全く出ない。そうですね、もともと前は会社員だったんですけども、その時は東京に勤めてたんですけども、その会社の支店が沖縄にできるっていう話があって、で赴任の希望を募っていたので、そこで妻の実家が沖縄だったっていうのもあって、沖縄に赴任してきたのがまずきっかけでして、で当時会社員で勤めてたんですけども、2年ぐらい経った時にまた異動の話があって、県外に移動ということになった時に、このまま沖縄で、家族でいた方がいいかなと。ちょうど3人目の子供が生まれる前ぐらいだったというのもあって、このまま沖縄にいた方がいいだろうということで沖縄に住むことを決意して、でその時にじゃあ仕事何をしようかって考えた時に、なぜか沖縄そばが好きだったので、ちょっとやってみようかなということで、ちょうどこの店の土地と建物も、妻のお父さんが持ち物だったんですけども、そこがあるよということだったので、そこを使ってじゃあやってみたらどうかっていうふうに言ってもらえたので、それで始めたのがきっかけですね。はい。そうなんですね。基本的にだしは何と何を使ってるんですか？豚の骨と鶏ガラ、これがベースで、少ししたら鰹節が一番味としては強いかもしれないです。野菜もグラム測ってだいたい同じぐらいになるように。もうだしは大体どのくらい煮込むんですか2時間半ぐらいですね。あ？大体2時間半ぐらいで準備ができますね。
シート。学生の頃に一度沖縄に旅行に来ていて、そこで初めて食べた沖縄そばがとても美味しくて、今でもあるんですけど、中村そばさんって恩納村にある中村そばさんのそばを初めて食べて、あ、これ沖縄そばってすごく美味しいなっていうのがまず第一印象であって、いろんなお店の沖縄そばを食べ歩いている中で、自分でも沖縄そば作ってみたいなっていうような気持ちになって、麺から自分で手打ちで作ってみたり、出汁を取ってみたりっていうのをやって、その時は沖縄そばやろうなんて全く思ってなかったんですけども。家でも手打ち？そうですね、なんか作ってみたくなってしまって、で作ったら作ったってすごく美味しかったんですよ。やっぱり手作りで作ると、あ、こんなに美味しいんだ、違うんだっていうのがあって、趣味で作ってたんですよね。今はもともと自家製麺で。そうですね、もうずっとオープン時から自家製麺で。小麦粉もブレンドしてやっていて、結構小麦粉も種類がたくさんあって、いいものを組み合わせてやるんですね。あらかじめもう塩なんか全部混ぜといて冷やして、麺をしながらアクを取る。そうですね、同時進行で。なんか沖縄そばってうどんとなんか材料とかっていうのは？基本的には材料は小麦粉を使っていて、小麦粉に乾水を加えて、あと水と塩を加えているので、うどんとそれほど変わらないかもしれないですね。出身はもともと？はい、千葉県出身。ずっと関東に住んでることが多くて、仕事の関係で千葉、神奈川に住んでましたかね。仕事を探したんですけど、なかなかなくて、たらもう自分で仕事を始めようということで沖縄そば屋を始めましたね。もともとじゃあ飲食店の経験とかは？全くないんですよ。別に料理が好きとかそういうことでもなくて、ただ沖縄そばだけは前からすごく好きで、自分でも家で麺から作るぐらいで、もう完全に趣味で好きが高じて作ってみようってなって、いろいろ調べて自分で作ってたりしてたんですけど、どうやって始めるかって調べた時に、沖縄そばの開業塾っていうのがあって、沖縄そば発展継承の会、これの会長さんで野崎さんっていうんですけども、その方に沖縄そばの作り方の基本とか、あと飲食店とはどういうものかっていうことを教えていただいて、それを学んでいくうちに、これならやってみたいなと思って、チャレンジしてみたいなと思って沖縄そば屋を、始めました。でそれまでは何も飲食店のことも何も知らなかったので、それ知りたいなっていう気持ちもありましたね、最初は。でそのタイミングでじゃあ実際に沖縄そばやってみようかなと思い始めた時に、もう本当に全部改装して、屋根以外はもう全て自分も大工さんと一緒に手伝いながら、大体もう1年ぐらいかけて改装を準備してで始めたって感じですかね。オープンから丸5年経ったところですね。本当はめちゃくちゃ危ないんです。突っ込まれたらすぐなくなっちゃうぐらい危ないんで、最新の機械ってセンサーとかついていて安全面がよく考慮されてるんですけども、昔の機械なんでセンサーとか全くないんですよ。必ず半袖で、冬でも長袖着ないんですよ。服がこう入ったら、巻き込まれたりすることがあるらしいので。
で言ったら結構北部ってそうですね。まだ知られてないところもいっぱいありますもんね。意外とお店もあって、まあ、ここに近くに蕎麦屋さんもありますし、飲食店は増えてきてる感じですかね。うんさっきの粉をここに入れて帯状にしていく作業なんですけど、サラサラの粉状態になるんですよ。ここから出てきますね。最初は勉強した時粉がどうやってって思ったんですけど、ちゃんと帯になる。今繰り返しますね。麺作りは沖縄製粉さんで教えてもらったんですよ。麺作りの研修みたいなものがあって、そこで教えてもらいました。これを何工程ぐらい繰り返すんですか？これあと1回ですね。あと1回重ねてしばらく置いてから少し薄くして切るって感じですかね。また乾燥しないように少し寝かせます。これでだいたい60から70人分ぐらいの麺です。少し寝かせてから生地休ませて、いつもは孤独なんですよ。一人でこう黙々と作業する。妻はだいたい10時前後に来るんですよ。買い物とか終えて材料買ってたりして、道具の掃除とか清掃が地味に大変で、でも自分はやっぱりなんかその、ね、沖縄そばって麺とスープが主役というか、その麺を自分で作らないってなんかちょっとどうかなっていうのが個人的にあって、自分は麺を作ってるんですけど、麺作りなかったらどれだけ楽かなと思ったりしますけどね。なるほど。はい。この泉そばってはい。森の中に入っていくと思うんですけど、ああ、そうですね。最初の頃とかってお客さんとかってああ、どんな感じだったんですそうですね。なんかよく電話かかってきましたね。どこにあるんだみたいな。で、看板をいくつか設置して、最初は騙し騙しやってたんですけど、やっぱりたどり着くまでに、ね、困るお客さん多かったみたいで、本当にこの先にお店があるんですかみたいなお声いただくこと多かったですね。で、逆に言うとそこでね、お店が出てくると、なんかこう安心するっていうか、いうお客さん多かったですね。やっぱりこの森の中なんで停電が多かったり、か？はい。あとその自然災害というか大雨が降ったり台風が来たりすると結構ダメージ受けやすい地域なので、そこは大変ですね。もう何回か営業中に停電したことあるんで2、3回ありますかね。台風が来てとかもちろんあるんですけど、ちょっとした風が強い日とかでもいきなり停電したりするんで、稀にですけどね。お客さんもなんかびっくりしてましたね。停電した中でなんかシーンとした中でなんかそば食べるみたいな。自然の良さの分、そういったこの不便さっていうのもやっぱりありますかね。やっぱ子育てとかではどうですか、この地域とか？自分住まいは名護なんですけども、長男は小さい頃泉に通ってた時もあって、
やっぱりこの辺は本当にゆったりしてるというか、時間がなんかゆっくり流れてる感じがあって、で近くの泉小中学校もすごい人数も少なくて、一学年7名とか、そういう小さい学校なんですけど、すごいこうみんな協調性があって、で親同士のコミュニケーションとかもすごく深いのでいいなと思う時あります。やっぱりね、千葉とか首都圏の学校だとクラス30人40人いて、親同士のコミュニケーションもあんまりないじゃないですか。そういうふうに比べると結構あったかいというか、子育てに関してはいい環境だと思いますね。奥様ははい、小中で一学年その時も10名ぐらいだったって言ってましたね。こういう環境がいいっていうことで、他の区域からわざわざ泉に引っ越してきて通ってるっていうご家庭もあるって聞きますね。妻から言わせると、こういう小さい学校からいきなり高校とかで人がたくさんいる高校に行くとすごいびっくりするって言ってましたね。ここは本当良し悪しで、この辺りですでにちょっと仕込みしてある早期を最終的に食べられる状況になるまで煮込むっていう、下茹でしてで味付けしておくんですよ。薄めの味付けにして、ここから煮込んで提供できるようにします。特にその年配の方は早期を頼まれる方多いですね、やっぱり。麺はなくなり次第終了なんですか？そうですね、麺あるいはスープがなくなったら完売で終了になってますね。どうしても作れる量が限られてて、ストックする設備もちょっとそんなに大きくないので、何百食っていうのはできないんですよね。自家製麺だと麺を作ってストックするっていうのが重要で、そうなるとちょっと少なくなってしまうんですよね。仕込んでた、これも仕込んでた三枚肉を切り始めるっていう工程が感じで、もう茹でて、これももともと茹でてあるんですか？そうですね、もう昨日は茹でて、部位によって全然形が違うので整えるのが大変なんですよね。この三枚肉は何に使われるんですか？メニューの三枚肉そばと、あと泉そば。泉そばは三枚肉とソーキが両方入ってるんですけど、もうどんどん高くなっていて、当時から倍近く上がってるはずですね。さっきのソーキと同様に。早期はどのくらい煮込むんですか30分ぐらいですね。本早期って言って、骨が硬い食べられない早期を使ってるんですけど、で軟骨早期と本早期って大きく分けられてて、ぐにゃってなっちゃったりして食感が悪くなるので、ちょうどいいぐらいで簡単に骨から外れるぐらいのが食べやすいと思うので、そのぐらいを目指してやってますね。切れ端の三枚肉はジューシーに入れるようにしてます。開業する前はいろんなお店たくさん行きましたね。一時期本当に始める直前はその研究目的で行ってなんかメモとか取ったりしましたね。変なお客さんだと思います。そばだけじゃなくて、その店の中照明がどうとか。本土出身からすると、沖縄そばってどういう最初のイメージはまさに観光客向けのそういった料理っていうイメージがあったんですけど、実際沖縄に来てみると全然そんなことはなくて、もちろん観光のお客さんも食べるんですけど、どちらかというと沖縄の人に好かれている
愛されてる料理だなっていうのがすごく感じましたね。逆にそこがすごく魅力で、それが沖縄そばにはまった一番大きな要因かもしれないですね。なんかそういう文化がかっこいいなと思って、ね、普通に家庭でも出てくるし、ね、お店に行ったら沖縄の人たくさんいるし、友人とかと沖縄そばの話になると自分の好きな沖縄そばみたいなのが、ね、皆さん持ってらっしゃって、100人いたら100人違うお店あげるぐらいのそんな料理じゃないですか。それもなんか面白いなと思って、沖縄そば全然違うじゃないですか。かつおだしがベースのメインの店もあれば、豚だしがメインの店もあったり、いろんなパターンがあるっていうのもすごい面白いなと思って、開業当初は沖縄の方がかなり多かったんですけども、やっぱりここ数年は観光のお客様が増えてきて、鳴らせば半々ぐらいですかね。自分としてはどちらかというと地元の方により多く来ていただきたいなというのがあって、一回来て終わりじゃなくて何度も来てもらえるようなお店にしたいというのがやっぱりあって、観光のお客さんで沖縄に初めて来ましたみたいなお客さんとかもいらっしゃるし、初めて沖縄そばを食べるとお客様もいらっしゃったりするので、そういうお客さんにはやっぱり沖縄そばって美味しいなっていうふうに思ってもらいたいというか。切ったのはもう作ってある煮汁に少しつけて、これベースは何ですか？醤油ですね。醤油とみりんと砂糖ですね。シンプルな味付けで、少し汁を肉になじませてから、でも本当に店それぞれのやり方があって、例の開業塾で学んだことなんですけど、何店舗かお店の厨房に入って勉強できる機会があって、6店舗ぐらい入って勉強したんですけど、もう見事にどこも違うというか、同じところ一つもないぐらいやり方バラバラで、もちろん味もそうなんですけど、仕込みの方法とか、材料の分量とか麺の作り方も、大木さんが思う沖縄そばっていうのは、あっさりとしたそばが好きで、でも昔から王道と言われてる沖縄そばが好きなんですよね。自分は結構かつおだしがベースの沖縄そばが好きで、沖縄で最初に食べた沖縄そばが学生の頃なんですけど、恩納村にある中村そばさんが有名なそば屋さんがあって、そこで食べたそばが沖縄そばが初めてだったんですけど、その沖縄そばが本当に美味しくて、学生の頃、毎年のように沖縄に来てそこで食べてっていうのが恒例になってたんですけど、その印象がすごく強くて、中村そばさんのそばが結構沖縄そばのイメージなんですね、自分の中で。中村そばさんも、かつおだしベースで自家製麺なんですよね。今も多分そうだと思うんですけど、そうなんですか。麺がすごく美味しくて、王道の沖縄そばっていうのが自分は好きで、そういう沖縄そば作るように心がけてますね。あとちょっとしたらもう鰹節をすぐにもう自分は入れていくんですけど、鰹だしは鰹だしで取って合わせるってお店もあったりして、もうそのまま入れるんですか？そうですね、自分は豚だしのスープに一緒に入れていく。鰹節使ってないお店もありましたかね。結構鰹節は多めに入れてますね。の鰹節と、これまたいろんな節が入っているパックがあるんですけど、一緒にやってます。鰹節このまま入れます。1時間ほど鰹の出汁を、肉が乗った時にちょうどいい味になるように。水分蒸発する量が変わってくるんで、火加減一つで最終的な、分量が全然変わってくるんですよね。厳密な時間で区切ってないんですよ、スープの出来上がりは。最初に測った水位あったじゃないですか、あれをベースにして最終的な水位で全部見て、そうすると濃度って安定するというか。私も時間でやっちゃうと火加減一つでそれを 2,3 時間やるわけだから全然違ってくるんですよ、蒸発する量が。味も変わってくるので、なるべく味は変わらないように工夫はしてますね。
まあいい意味で適当な塩梅でやってるお店さんもありますし、それでもなぜか味が変わらないみたいなそういう店さんもあるんで、スープ作りはね難しいですよね。僕からしたらそういう沖縄のスタイルってすごい好きなんですけどね、魅力的というか。なんかこう自然の音がよくね、厨房にね、気持ちいいんですよやっぱり、仕事してる環境も。最初に妻の実家のやちむ喫茶シーサーエさん来た時も思ったんですよね。当時はお父さんがまだオーナーとして喫茶店運営してたんですけど、こんな中でシフトできたら最高だろうなって思ってたんですよね当時。まさか自分が本当にここで仕事することになると思ってなかったんですけど。なんかすごい無になれる空間というか。そうですね。いつも朝一は10時まではもう一人で。そうですね、10時までは一人でなんか聞きながらとかもあるんですけど、基本的にはこの時間結構楽しいですね。楽しめるというか。これは肉の煮汁ですね。醤油とみりんとあと砂糖、塩も入れますね。まあストックしといていつでもこう使えるように。薄くして切る直前の状態に。東尋そばの麺がちょっと厚さを変えてるんですよ。麺2種類作ってるんですけど、これからちょっと分けていくんですけど、2種類にこの分が東尋の麺にしてこっちが普通の麺になるんです。これまた工程が分かれるんですよ。ここからいよいよ麺を切る工程ですね。この機械は打ち粉が自動的にこう降りてくる機械になってて、麺同士がくっつかないように。普通のそばに厚さをまたちょっと変えて同じ段取りでいきます。うちは太さと、厚さが違うんですよね、少しだけ。じゃあその東尋そばの、歴史が載っている、資料を見ると太めの麺って書いてあるらしくて、少し太めにしてますね。これがじゃあ太めですか？そうです。見た目はあんまり分かんないと思うんですけど、茹でると膨らんできて違いがより分かるようになるんですけど、スープの絡み方も変わると思うんですけど、やっぱ食感がだいぶ違ってきますね。これ麺鍛えるというか、コ
コシを出したいんで、自分の好みがやっぱり弾力があってコシがある麺が好きなので、こねることによってコシが出てきますね。これでまた縮れるってことなんですか？あ、それもあります。これ状態で交換して。この状態で熟成させるんですか？あ、そうですね。これはだから今日は出さないです。2日後以降ぐらいの。これはまたさらに常温で置いておきます。うどんはなんか足で踏むんですよね。それに近いものですかね。東神そばって何なんですか？三食品さんがもうずっと前に出した資料があって、ここに東神そばのことが載ってるんですよ。東神そばって那覇からまで、まあ、一応那覇にあったっていう資料的にはそうで、中国から来た商人さんが黒いスープのそばを最初に作ったっていうのが沖縄そばのルーツになってるらしいんですよ。そこから東神そばっていうのが来ていて、それを再現したのがうちで出してる東神そばなんですけど、基本的には黒いスープで豚肉の細切れが上に乗っかっているっていうのが東神そばの基本になっていて、昔の料理なんです今から110数年前に初めてその東神そばっていうのが沖縄で出てきたっていうのが資料に書いてあって、で、それが沖縄そばの原型です。らしいんですよね。そこで働いてた方が最初に作ったのが沖縄そば。この資料も結構レアで血眼になって探したんですけど、持ってる方少ないと思いますね。ですね。なんか東神そばのスープは作って凍らしてあるんですよ。数量限定だからそんなバンバン出るものじゃなくて、小分けにして冷凍してあるんですよ。東神そばのダメダメダメ。いつもこんな感じですか？そうですね。ちょっと今日は元気かもしれない。私は小鉢小鉢担当というか、泉そばにつけてる小鉢2つ、ゴーヤーの甘酢あえと、もう1個は自由に変えてるけど、島豆腐のなんか和え物で、小鉢島豆腐とゴーヤーつけてるんですよね。それを準備するのですね。あとはバイトさんと2人で接客。そばはもうね、スープも麺も肉も全部夫がだけど、じゃあ店内のまごましたことは全部私やらないとね、頭回んないですよね。全部やってるから。背中向けて作業するじゃない。私はだからね、こっち側見ないといけないなと思って、店内のこと。だからつまってそうだね。泉は海がないって一番中心なんで、海が見えないところなんです泉って。山、珍しいですよね。森って感じです、本当に。夏は涼しいんですよね。標高が少し高い上に盆地になってるんです。冷気溜まりになってるんです、泉って。よく雨も降るし、冷たいんです。夏は避暑地で、冬はもう本当昔から0度近くまで行きます。昔のおじいちゃんとかはね、雪降ったんだよとか言う人いるんですけど、泉のもっと高いところ。生まれはこっち、15歳までここで、中3まで。高校1年から那覇に出て、ここで寮生活とか一人暮らししながら、それから働きに神奈川に出て、10年ぐらいいましたね。いろいろあって戻ってきて、こっちに。また実家の近くに。ご主人とは前の職場で。そうですそうです。神奈川の時の職場で、やっぱ子供が生まれると沖縄の方が暮らしやすいなと思って。子供にとったらやっぱり自然がいいですよね。自然に触れてほしいなって。今お子さんは何歳と？10歳、6歳、5歳。1人目は向こうで生まれましたね。2人は那覇の病院で生まれて、で3番目が生まれた2ヶ月ぐらいの時にこっちの実家に来ましたね。お見せするって言って。
基本的に営業はお二人ですか？そうですね、2人とあとお手伝いさんがパートさんが1名入って3名体制で回してますね。開業当初はパートさんもいなくて2人で回してたんですけど、もうめちゃくちゃ大変でしたね。皆さん素晴らしくて、なんかもう接客とかでなんかお客さんから文句とかクレームがあったこと一度もないんですよ。素晴らしい。次ジューシー作ります。吸水してたジューシーをそれに変えて。そんな方がいいな。人参はだしで使った人参を捨てないでこっちに使います。まあ冷蔵しておいてしげしげ。本来ストックしてるラードあるんですけど、今日ちょっとストックがなくて、そのラードを活用してジューシーに入れてます。うちの長女がつけた名前なんですけど、枕って男の子なんですけどね。この犬も常連のお客様から譲っていただいた、その飼っていた犬が子犬を産んで引き取り先探してたんですけど、うちで1匹じゃあぜひってことで、まだ1歳なんですけど、まだ若くてやんちゃなんですけど、伏せ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 。朝と営業終了後の仕込みがほとんどですね。逆に営業中はもうなんかあとはもう出すだけみたいな。おはようございます。お願いします。オープンからずっと出してるゴーヤーの甘酢あえです。5日以上つけてます。すごい手間かかる。やめたいなと思うけど、夫がこれはやめないでって言う。ちょっと油取って身だけ。とごま。で混ぜて。これ2個ぐらいで。これだけじゃちょっとしょっぱいんで。これでちょっと調整します。溶いてたやつこうやって甘酢漬けにしてるのを毎日揉んで、この状態にしてオープンまで11時まで。もう一個は島豆腐、朝作ってくれる、島豆腐であったり普通の豆腐だったりもするんですけど、だいたい島豆腐、名護の豆腐屋さん朝行って買ってきて、この大きさに切って、これもあんまり早くに切りすぎると美味しくなくなるので、もうあと5分だなっていうぐらいに豆腐は切ります。犬用ジャンパーがなくなっちゃって、服がなくなっちゃったんだよね。子供用ってね、子供用買ったのにね。ああ寒いね、今日は寒いね、枕に。
これ枕くんのマント。本当は犬用のジャンパー買ったのに昨日なくしちゃって、今日寒いからもう娘の着なくなったベストをマントにしようって言ってたんですけどね。朝自由タイムがあるでしょ山での自由タイム30分ぐらいのその時になくなって帰ってきたんだってなんか随分探したんだけどね、山の中をなくなっちゃったラードは、ジューシーぐらいですか？ジューシーですね。はい。なんかやっぱ変わります？風味が全然変わりますね。で沖縄のジューシーって伝統的にラードを使われてるっていうのを聞いたことがあって、そこも参考にしてますね。ちょっと今解凍してるんですけど。わかります。これは当然そば。当然そばって醤油がベースなのか？醤油がベースですね。豚だしに醤油を、加えてるようなイメージで、お店によってはかつおだしも入れてるところもあると思いますね。大丈夫です。ありがとうございます。これが何ですか？これこそ泡盛に漬け込んでるだけですよ。泡盛は買って、なんかコーレグスはお客さんとかねがねこうやって持ってきてくれたりするんですよ。庭で採れたのって言って、これ上からね詰めてる、このぐらい落として、そしたら1ヶ月2ヶ月ぐらいでこれになる。辛みが全部出て入れちゃってる。何個かな、50個ぐらい入れてるのかな。これも地元のですか？地元のそうです。泉の方からもらったり、本部から来るそば食べに来るご夫婦とか何人か持ってきてくれる人がいて、この何の泡盛を使うかによってちょっと違うと思うんですけど、うちはちょっと強いかもね。普通は25度使うけど30度なんで、アルコールちょっと強いかな。アルコールたくさん入れればすごく辛くなるし、うちなんかはもうつけっぱなしだからどんどん辛くなる。全部枕。6歳の長女と7歳の次男が描いた絵ですね。そうですか。これの全部子供たちです。だいぶ昔の写真です。これはその写真を妻が見て、妻が描いた絵です。この写真をモチーフに。当時はこのバラ肉のこれぐらいの形が上に乗ってるんですか？そうですね。資料では豆粒大の豚肉って書いてあったんですけど、少し小さめの細切れを麺の上に乗せるようにしてますね。細切れをこれは何？これお店が始まる時にだいぶ長い時間看板犬になってくれるので、何かちょっとあげるんですよね。芋とかに行く時枕用。今日はやばい、雨降ってきた。もうそろそろ火止めるタイミングなんですよ。水位で判断するので。塩とか調味料、味付けですね。これは主に何が入ってるんですか？塩ですとか、あとは調味料ですね。塩がメインですね。みりんでちょっと味付けします。
は前日に作っとくんですけど、最近はえのきのえのきのソースつけて。珍しいね。今入れたのは塩昆布ですね。でちょっと蒸らしていいですか。これさっき、ジューシー。はい、さっき上がったジューシーです。切ってもらったカットしたゴーヤーを今度は私が仕込んでいくんです。砂糖と塩を振ったら苦みが出るので、いつもお客さんが見ながら回転したらしく、こんな感じで、これで1時間ぐらいは置きます。この状態でこの状態で苦みが結構出るので、その後また氷水につけるっていう作業の後に酢につけます。甘酢。ゴーヤって塩で苦味取れるんですか？取れます。浸透圧でね、苦いっていう風に浸透圧が変われば、だから砂糖だけでも出るんですよ。普通は塩なんですけど、チャンプルーとか作るとき、これ生で提供するものだから甘い方が食べやすいなと。ちょっとは残るんで、私は砂糖と塩で出してるんですね。だから緑の汁が結構出るんですよね。1時間後ぐらい。30分でもいいと思う。つける酢もまた砂糖を加えて甘めに仕上げて、火を通さない代わりに、これでいつも置いてます。ありがとうございます。完成。こんな感じになってます。はい。
3番さんです。すいません。お待たせしました。で5番です。今日は何を頼まれたんですか？泉そばです。友達ですね。飲食店やってる友達から教えてもらって。2回目、3回目ですね。地元の方です？沖縄です。沖縄の。大学がこの辺でした。で、今日はこの仕事の合間に。そうですそうです。どんなですか、お味は？あ、もう変わらず美味しいです。はい。足跡で中にマルクイーンのイラストがある。妻がデザインして、これは妻の友人のデザイナーさんに頼んで作ってもらったものですね。いらっしゃいませ。どうぞ。4番だね。はい。これ大盛りです。ごめんなさい。よいしょ。はい。このぐらいかな。はい。こんな感じ。ごめんなさいね。大盛りになってます。4番ですね。ですね。あとはジューシーですね。2番さんね。よし。今日は泉そばね。
あー、みんな来たよ。やった。これは待って、ちょっと耳冷たいだから、見待ってよ。ちょっとあれがあるから、傘さ。ますのでね。ありがとうございます。はい。お、美味しそう。そうですね。その子供たちの取り皿、分け皿も。分け皿あっちから取らないといけないから。取れないと取ってくるね。うん。そうだね。美味しそうだね。もりもりだね。すごい。うん。美味しいゴーヤ。これも美味しいね。今日はもうどちらから来られ今日はたんですか？中城から来ました。私は糸満から来ました。今日今からカヌちゃんにお泊まりで泊まりに来ます。そのまま遊びにね。インスタで調べて北部のそばランキングみたいなところで、この泉っていう名前がうちの友達の名字と一緒だったんで行くかってなって写真も撮って送りました。その友達に。あ、めっちゃ美味しいです。あっさりしてる。とっても美味しい。全然わかんけど、こいつどうですて。ジェシーもスープのお味はどんなですか？あっさりしてて美味しいです。優しい味なの。クイナの模様が美味しかったです。各お皿に。ありがとうございます。ありがとうございました。受け付けて。ありがとうございます。お待たせ、大盛りです。お待たせしました。泉そば大盛りですね。はい、ごゆっくりどうぞ。どうですか、お味は？出汁がすごい効いてて美味しいですね。香りが他の沖縄そばさんより出汁がすごい東京から来ました。あ、沖縄仕事しに、はい、沖縄そば大好きです。初めて来ました。まあネットで調べて評判良かったんで。ゴーヤの味しないというか苦くなくて食べやすいです。美味しいです。びっくりしました。東京のが濃い感じで、沖縄のが優しい感じ。お願いします。ソーキと泉と酢2つね。スープと麺だけそれがすすば。すそばです。これはもう何も。
りがとうございます。ございます。美味しそう。暑いの？暑いですのでお気をつけて。美味しいですか？美味しい。ゴーヤの漬物かな。美味しい。東京からです。私のおばあちゃん家が沖縄で、那覇で、おばあちゃん家に帰ってきて、でここが美味しいって聞いたんで来ました。僕らがここ来たの初めてですね。どうですかね、お味は。すごい美味しいです。沖縄そばは自体はたくさん食べてたんですけど、なかなかこういう雰囲気のお店もないかな。なので今日来れてよかったです。美味しいですか？美味しいです。そうでしょう。なんかもう濃ゆくもなく薄くもなくいい味で、もう全部汁まで食べれてまた来たいですリピートですね。ジューシーも美味しかったし、小鉢も美味しかったので、結構量もあってもう満腹で、はい帰れます昔風な沖縄のお家な感じで、おばあちゃん家みたいな、なんか安心感と自然もあって見ながら食べれていい時間を過ごせました。でいっぱい食べました。お子様そばを全部ね。チグーしてグーはいして美味しかったですして、バイ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 。未来前向いてよ。はい、違う違う、こっちこっちこっち。よいしょ。だよね。波の泉2つね。それとジューシーね。OK。できたのは3番です。はい、3番です。緑と東京の方では見ない生き物とか、東京では味わえない空気というかありますね。来てよかったです。もうすごい美味しかったんで、また来たいですね。今度は家族でと一緒に。すみません、お待ちのお客様、上川様です。いいですか？はい、どうぞ。はい、お待たせしました。1番ですね。そう。次は泉そばですね。ちょっとやつとかね。はい。バイバイ。美味しかったです。美味しい。
ぱい食べたね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかった。麺が美味しかったね。麺が美味しかった美味しかった。麺はご飯おそばがさあ美味しかった。雰囲気すごいねえねえ直人いいですよね。古民家風でなんかすごい時間がゆっくり流れてる感じで。なんか緑もあってちょっと隠れ家っぽい感じですごいいいかなと。子供たちもすごいいっぱい食べてて騒がしくしちゃったんですけど、すごい優しくしていただいて。いっぱい食べたよ。バイバイ。お兄さん、バイバイ。ありがとうございます。券こちらで預かりますね。お水もセルフのコーナーあるので。次はお子様と掃除ね。はい。掃除入った。作り方忘れた。大事にね。はーい。お待たせしました。こちらが東神そば。ジューシーつけてますね。
お世話に。